予感フロマーズ生み出した瞬間ってどうでした？感想とか聞いて、自分だけじゃ判断しきれないんで好評だったんで、いけるかもしれないと思いましたけど、食べてもらったらやっぱ反応いいんですけど、食べてもらうまでが大変だったんで、いけるのかどうかっていうのはちょっと不安ではありましたね。お客さんにってことですか？そうですね、蜂蜜入れるとちょっと表面がツヤっとするけど、なんか蜂蜜入ってないとちょっと乾いた感じになる。自分だけ牛皮巻くんで、牛皮との相性がこの子の方がはい。
回友達の誕生日でなんかショートケーキにその時は餅は入れてなかったんですけど、まあ、ちょっとあんこ挟んでショートケーキを作ったりとかして、上にちょっとだけ抹茶かけたりとかして和の要素を入れて、それをちょっとやろうかなと思ってカットケーキみたいな形でやってたんですけど、なんかちょっと洋の要素が強すぎるなってなって、でどうしようかなって考えた時になんか包んでみるかと思って大福状にしてみようと思ってやってみたのがきっかけですね。おすすめですね。ある時は本当レアなんで最初は全然なんかうまく進めなくて綺麗にできなかったんですけど、熱さとの勝負でした何度あるんだろう。結構熱い状態ですね。めちゃめちゃでやるんで。ちょっとずつなんか持ち手を変えたりとか、触れてる部分を変えていかないと、熱い熱いっつって。相当暑いですね。結構熱くて触ってられるのは10秒が限界な気がします。日本人はなんか海外の料理を日本人が好きな味に作るのが得意な印象みたいなのを見て、
経験ない自分でもちょっと戦える部分ってあったら組み合わせたりとか味変とかそういうのが好きなんで、そういうところでなんか自分が好きな味を再現できるのは多分自分だけかな。で自分なりに海外のものを取り入れたりとか日本の食文化を生かしてそこはようっていうのをちょっとやってみようかなと思って、でそこからちょっと今です。頼んでよかったです。僕は大阪出身なので、大阪にも店舗構えて、大阪と東京を行き来したいなっていうのがやっぱりあって、で大阪地元もすごく好きなので、地元高槻なんですけど、高槻のお土産といえばこれみたいなのができたら個人的には一番嬉しいです。
回食べるってことをなんかやってみてほしくて、気になるんだったら一回食べてみてくれたらなと思って、一応試食とかも出してますけど。柑橘に関してはなんかあんこ変えたりとかしながら、ナッツとからレモンとあと夏みかんあんこで作ったりとか、冬は今柚子と温州みかんですけど、どっちかだけになったりとかで結構季節ごとに味変わったりするんで。そういうの結構チーズケーキの素です。味が濃いというか、上品な甘さみたいな感じです。こういうことしてると、僕のお菓子が好きっていう人が出てくれると嬉しいなと思って。いろいろ経験させてもらいましょう。
わり下はが、ココアとオレンジパウダーを入れた、あとオレンジピールも入ってますね。上の羊羹部分は生チョコ風になってて、あんこはみかんのあんこを使ってるんですけど、ベースがチョコなんで、そこもなんか両方ともオランジェットの味になってますね。食べれそうだったらお子様の分もちょっとお用意します。寿亭主の黒川です。中目黒に来た際はぜひ立ち寄っていただけたらと思います。試食も用意しているので2種類食べてください。ぜひ味見から食べていただいて美味しかったら買っていただけたら十分ですので、ぜひ1回試してください。また、製造スタッフを募集しているので、よかったらお菓子を作りたい方、ノウハウとかを教えていただきたい方、ぜひ募集してますので、よかったら、一報ください。甘煮を作ってるんで、それを入れます。
こ
月メニューもラインナップは変えてるんですよ。限定はもちろんその月だけなんで変わるんですけど、定番の方も一応プレーン以外は全部そう入れ替えて。オーブンに入れます。32度、3度、4度。
ないか心配。大丈夫です。ありがとうございます。お休みの日とかってどうされてるんですか？私はもう体のメンテナンスでも終わっちゃいます。整体してなんかバキバキの体を少しでも元に戻すのにもう半日以上唯一続けられたのがヨガだったんで、もうジムもダメだったし、マラソンもウォーキングも一切続かなかったんですけど、週に1回しか行けてないけど、ヨガだけはずっと続いてるんで。バターサンドのサ
ラムレーズン味なんですけど、一応お店では、一番人気のおすすめの商品になってます。バターにすごくこだわってて、新潟県の佐渡から手作りのバターを取り寄せて、佐渡バターっていうんですけど、全て職人さんが手作りでしてるバターらしくて、すごく希少価値があるバターなんですけど、口どけがすごく滑らかで、こうしつこい感じが全くしない、すごく食べやすいふわふわのバタークリームになってます。すごいラムレーズンの香りが。そうですね。結構ラムをたっぷり、ラム酒結構たっぷり使用してるので。バターサンドは浅草のなんかこうお土産として買ってくれたらいいなと思うものをちょっと考えてた時に思いついたんですけど、やっぱり持ち運びが長時間できて日持ちするもの。
ます。美味しそうですよね。家がこのお店やってたんで、ちょっとバイトを出たんですけど、ケーキ作ったら結構楽しくて。菓子作りもともと好きだったんですいや、全然やったことなかった。やるようになってからちょっと学校にも行き始めたりとか、順番がちょっと順序が逆ではあったんですけど、働きながら行くっていう感じでしたね。週に1回とか。はい。やり直したいぐらい面白いそう。季節によって変わるんですか？そうですね。特に割と好き。シャインマスカットがすっごい多かったんですよ、今年。サバラも人気があって、
レトロなケーキなんで朝からあると喜ばれます。数年前にうちのは生クリーム挟んで生ブッセみたいな。入れちゃいます。ちょっと似合いすぎます。赤すぎちゃう。
バターサンドのモッカを2つと、塩キャラメル2つと、あとマンゴーもらっていいですか？バナナ2個。あとベイクドチーズケーキを、2つお願いします。今日は何回目ですか？結構来てますね。6、7回来てるんじゃないですか。お気に入りの。一番好きなのが、果物とタルトなんですけど、そうちょっと今日は朝早かったからでもチーズケーキも美味しいんで、はい、ちょっと食べさせてもらってます。バターサンドも結構今バターサンド好きですね。なんか人にこうお土産で出すときにちょうどいいんで、バターサンド。あと子供の誕生日でよく使わせてもらうんですけど、これうちの子供バナナ好きなんで、チョコとバナナのケーキ美味しいんですよ。あとちょっとその時によって果物をいちごを足してとかも言ったらやってもらえるんで、なんかいろんなオプションつけてくれるんで、すごくいいですね。美味しいです。美味しいです。すごく美味しいです。それとやっぱりさっき言ったこれも美味しいですね。これが今一番のお気に入りですか？これ僕一番好きです。すんごいフルーツ乗ってるんですよ。とても美味しいんで、ぜひぜひね、よかったら食べてみてください。今日なかったですけどありがとうございます。また買いに行きますありがとうございます。ありがとうございます。どうも。焼き菓子に力を入れていきたいと思っていて、クッキー缶を今後は出したいと考えています。あとは浅草に観光に来た方に買っていても、これは絶対買っていきたいと思ってもらえるようなお土産を作っていきたいなと考えています。美味しいお菓子を作ってお待ちしております。浅草にお越しの際はぜひ遊びに来てください。生クリームだとちょっと油分多めになっちゃうので。バッチリですね。飲むと練乳に近いですね。甘くない練乳近いかもしれない。
気を出して。いいかな。はい。かな。自由に働けないので、雇われだと。自分の作りたいものを作りたいように作るにはやっぱり独立しかないので。一緒にできる人がいると心強いですね。そうですね。全然違いますね。性格も全然違うので、それもバランスがいいと思います。かな。バラ。それはチョコなんですか？そうです。チョコレートですね。中にパフが入ってる。パフパフってそう。半分。母親もお菓子作りよくしてたので、その影響ですね。だからうちのシフォンケーキは母のレシピですね。使うよって言って喜んでたんじゃないですか？まあ、はーいって言ってました。
多分確か。ぴったりですね。余りますね。全然余裕でした。乗るかな。グラグラしそう。バラのジャムなんですけど、ナパージュ代わりに。たまたまあったから。で、ナパージュにちょうどよかったから使っているだけで。毎回これなわけでもないんですけど。なるほど。はい。いろいろ試されてる。そうです。いちごいらなかったかもな。落ちるかな。全部焼いちゃおうかな。
じゃあこのぐらいで溶いちゃいますか。もうちょっとやってもいいかな。もうちょっとかな。もうちょいね。いや、卵の半分くらい入れて。それだ、はい、あります。そうですね。生地に近いものですね。それを乗せるとカリカリに。なるほど。なんか私もそうですね。いや、こんな感じだ。はい、ありがとうございました。増えたカスが出てきたです。に泡立つんですね。そうですね。バター焦げる前は。パティシエは全員研究者だと思うんですけど、いろいろ材料を変えたり作り方を変えたり、うちの場合は何を研究しているのかってコンセプトを考えた時に愛じゃないかという話になって、テーマ的には愛ある菓子を研究するっていうのをお店のコンセプトとして挙げてるんですけど、やっぱり材料一個一個に対してこれはどんな素材なのか、どういう特徴があるのかとか、どうしたら美味しくなるのかとか、そのものについて考える時間がすごく長くなるんですけど、
長い時間考えているということ自体が愛なのではないだろうかっていう気持ち考えから、スタートですね。可愛いですね。終わり。ほどほどのまま入れます。固まるんですね、それで。そうですね。アップルパイの上とかに乗ってるコロコロしたクッキー、あれが美味しいので、あれだけ食べたいなと思って。
スベリー、あ、ユズ、あ、桃だったかな。フランスの桃のピューレで作ってましたね。フランスも桃あるんですね。そうなんです。ちょっと違うんですよね。平べったい桃。台湾料理屋さんの店主さんで、今日はケーキをオーダーして、結婚祝いのケーキをオーダーして、それを今日取れる。なんかちょっとお店の方に皆さん食事されに来るので、その時ケーキを。前頼んだ時は何ケーキ頼まれたんですか？それはちょうど夫の誕生日でした。でその時にチョコのホールケーキをオーダーして、めちゃくちゃ美味しくて、そうだからなんか特別な時に頼みたいなって。可愛いお菓子もいっぱいあって、いつもこの手土産とか自分で食べるのも買うんですけど、手土産とか持参する時いつも買いに来てますであげると皆さん結構喜んでもらえる、美味しいって。私大体そこのところをパーって取ってなんか箱に詰めてもらってプレゼントしたりとか、あといざって時はこのボックスそう全部詰まっているそうこれすごい喜ばれます。よろしくお願いします。すいません、ありがとうありがとうございます。ありがとうございました。美味しいですか。よかったです。すいません。ありがとうございます。あれ、これでしょう。ありがとうございます。こちらバターですね。普通に無塩のバターです。市販でも売ってるようなやつですけれど、まあ、単純にバターはやっぱり美味しいです。よいしょ。とりあえず200食分くらいですね。保存のしやすさとかいう理由もあるんですけれど、そう単純にねお子さんが食べるっていうことが多いので、結構こういう豆乳とか使っているものも栄養価の高いものっていうのは結構あります。4年目に入ったんですよ。で今はちょうど25になりまして、ちょうど始める時の20代くらいの時にもっといったお菓子屋さんのところで就職するか、まあ自分で何かしらやってみるかみたいな選択肢がありまして、せっかくならまあ若いうちにねやれることはやろうみたいな感覚で、まあいつの間にかキッチンカーが始まりましたね。キッチンカーをやりたかったというよりは、まあ自分で作ったものを出せる場が欲しかったんですかね。ラズベリーを、まあ、ペースト状にしてお砂糖と一緒に煮詰めたやつですね。クリスマスの限定品ですね。そう基本的にうちのクリームは全部生クリームが入ってないんですよ。イベントとかだとクレープとワッフルが2台横に並ぶこともまあまああるんですね。差別化じゃないですけど生クリームなしでやってます大体。これがもうちょっと冷えると固まってきて、
でワッフルのね穴に絞るのにちょうどいいぐらいの硬さになるので。これ何ですか？グルマンディーズグレーズっていちごの濃縮液みたいな感じのやつですね。失礼します。クリームを10種類くらいやってると全部1種類ずつとかでも結構な量になるので。といった感じで、いつもお片付けは全部終わってからなんですか？終わってからもうこれ全部重ねちゃって持ってっちゃう感じです。これが全粒粉ですね。小麦粉の半分くらい入れてます。ですね。はい、全部言ってったらもうレシピ公開ですね。確かにまずいところちゃんと言ってください。まあ、なんとかするんで。今の何ですか？これが消しの実ですね。消しの実です。消しの実？あんパンとかの上に乗ってるつぶつぶというとわかりますかね。はい。そうあれです。あれごまじゃないんですね。あれごまじゃないんですよ。でこれでベースの粉が完成ですね。これが日によって全粒粉のところがライ麦に変わったり、あとコーンミールとかそういう他の粉物に変わりますね。ベースは一緒なんですけど結構ね風味というか雰囲気が変わりますね。食感もちもち具合と、あとやっぱ鼻に抜ける風味はかなりライ麦は変わりますね。ライ麦一押しです。どういう風に決めるんですか？在庫とかの関係が一番ですけど、あとは気分ですかね。大体飽き性なので同じもの作ってると飽きるんですよ。卵黄ですね。最近販売価格が2倍くらいになってめちゃくちゃ打撃を受けてる卵黄ですね。倍とまではいかなくても 1.8 倍くらいになった卵白ですね。仕事じゃない時の自由時間がないことですかね。もう帰ったらそのまま仕込みがあるので、実質的な仕事が営業終わったら終わりじゃなくて、営業終わった後にお家に帰ってから洗い物だとか食材しまったりして、でそこから仕込みってなるんで、搬入が9時とかで終わりが8時とかの現場も全然いっぱいあるんで、これ冷やしておいて、で次の営業の時に持っていけばって感じですね。ねえ、あ、やめなさい。だんだんと声を荒げていってしまうから。猫好きが猫好きを呼ぶのもあって、ああいう猫グッズをしていると猫好きがね集まってきてくれるんですよ。
あ、おはようございます。いえ、とんでもない。相手してくれましたまた。早いですわ。これでいかがでしょう。いきますよ。今日いい天気ですね。そうですね。割と涼しいですし、人も出そうな感じで。行く時ってなんかこう考えてたりとかってするんですか？あんまり考えてないですね。どちらかというと暇な時間をどう過ごすかみたいな感じです。だから普段はだいたいラジオとかつけて音楽聴きながらただただ1時間とか30分とかの道のりを行くだけですね。あ、おはようございます。どうも。これで中がついたはずです。ぜひ12月9日鶴見公会堂で映画の上映があります。ぜひともお越しください。チャンネル登録よろしくね。ありがとうございます。はい置いといて。ああいう感じで、とにかくどんどんこういろんな方と知り合いになっていくのがキッチンカーな気がします。帰りって言ってるけど帰りまでやってるといいな。お子さんも大体いっぱいなんですけれど、平日なんかはオフィスのおじさま方がこう、ね、オフィスの女性陣にまとめていっぱい買ってったりとか、本当に今9種類あるんですけど、こちら全種類1個ずつみたいなことも結構ある。平日は平日で、土日は土日の需要がある感じですね。今日4時ぐらいまでイベントをやってます。すみません、ごめんなさい。お願いします。すみません、お手数おかけします。海外製なのもあって物自体はかなりしっかりしてます。周りの和菓子屋さんからすごい醤油のいい匂いがしますね。生地焼くのでだいぶ匂いが出るので、生地焼くこと自体もやっぱりお客さん呼び込む行為になるので、2つだけ最初なんで試し焼きです。
でこれで完成の状態ですね。電気は全部これに持ってかれてるんで、ストーブとかつけられないんですよ、なんも。結構過酷ですね、したら冬。冬と夏は過酷ですね。はい、メープルとスイートポテトで。はい、こちらお持ち帰りですね。はい。はい、大丈夫です。ありがとうございます。お待たせいたしました。はい、すみません、失礼いたします。はい、ごめんね、お待たせしました。ごめんね、はい、ありがとうございます。ありがとうね。最初は4種類とか5種類くらいしか作ってなかったので、スイートポテト系とかそういうお芋系のが食べたいっていうのでこれも作りましたし、お客様の声を聞いた挙句いつの間にか10種類とかも日常的にあるようになって作る量が増えてますね。メープルバター1つ。はい、メープルは2つで。電子レンジとかトースターで温めていただいても美味しくいただけますので、このままでも全然大丈夫です。ありがとうございます。はい、すいません、お待たせしました。プレーンとチョコレート。はい、プレーンとチョコレートでお持ち帰り用で大丈夫ですか？はい。すみません、お待たせいたしました。ありがとうございます。雪だるまのですね。よいしょ、お持ち帰り用もできますけど、すぐ食べますか？こんにちは。はい、お待たせいたしました。お子さんの美味しいが一番ね、なんか素直に聞こえて嬉しいですね。それもあっても値上げできないですね。はい、いちごです。初めてですか？初めてです。匂いにつられてる。ね、今日もおやつにしようかなって。
はい、ありがとうございます。じゃあ1つ300円ですね。で、あと1分かかんないくらいでできるので少々お待ちください。お待たせしました。ありがとう。お待たせいたしました。クリスマスベリーください。はい。インスタ見てね、絶対このクリスマスベリーにしようと思ってた。初めてです。いあ、本当ですか？つも狙ってて、ダメだったんですよ。だから今日は絶対と思って。そのまま失礼いたします。すいません。ありがとうございます。これでしょう。ありがとうございます。美味しいね。美味しいですか。よかったです。はい、お待たせしました。ありがとうございます。ぜひとも。いい感じです。お菓子なくて。下まで。暑いですか？暑いです。ちょっとだけアクセントで入れるレモンの自家製ジャムなんですけど。グラニューです。ちょっと製菓用の線にかけます。
全体が一つになるように。何度ぐらいになったら OK なんですか？ 22度を目指します。なりました。こっちでまずメレンゲを立てて、シロップを今作っています。こういう感じにとんがらせます。これはそれぐらいの粘度のあるシロップを混ぜたから生きてるみたいね。いい香り。可愛い子たちって感じですね。いや本当に可愛いです。可愛いですよね。そうなんです。これは今作ってるのは
アールグレイの茶葉がたっぷりのフィナンシェです。このフィナンシェの生地の特徴は発酵バターを使うことですかね。焼き上がりの香りが全然違ってきます。30g ずつ入れていくんですけど、調子がいい時と悪い時といっぺんに入れる時とバチッて入る時と気が散ってるとダメです。です。可愛い子たちなんですね。フィナンシェの形って本当は金の延べ棒の型が四角い。そう、この形がすごい気に入ってて。毛って落葉樹。発酵バターです。でさっき冷やしておいたバターです。それを急に固まった、びっくりしました可愛い塊になったら出来上がりです。でこれで、1時間ぐらいは寝かせます。パーッとシュクレです。牛乳が100。
スタードクリームを多めにしたいので、こちらの土台はあんまりたくさんにしない、ジューシーに仕上げようと思います。黙々と作ってるのが今は楽しいですね。うまくやれるかな。いい色が入ったので、そろそろ冷ましますね。接触。あとはね、なんか完成です。ありがとうございます。これあげるから持って帰って。
常連さんかもしれない。子供連れ主婦、奥さんのお使い的な買ってきてっていう。だいたい11時過ぎにはガラガラになっちゃう。昨日炊いたカスタ。めっちゃ入りますね、いちご。いつも癖で入れすぎてしまうなんか昔はゴロゴロさせたやつを入れたけど、食べるとき細かい方がいいなと思って切るようになったら明らかに多くなってまあいいかと思って。ホワイトチョコちょっとアクセントでいつも。
リームでタルトに流して焼く生地。キャラメル生地に
このお皿色綺麗ですね。そう、作家さんの一点一点の手塚、富山の人なんですけど、その人のお皿を使ってやりたくて、ケーキがなくなってもお皿が可愛いっていう。チョコのケーキの生地。これはクランブル生地です。クッキーみたいなちょっとザクザクしたような、贅沢すぎて溢れそうな感じでした。3つ持ってる。
けど感じに。多い断面図気まぐれのケーキです。だからなんか仕上げとかも今考えながらやるっていういいやつです。気分ケーキ。これはリンゴをコンポートしたもの。煮すぎて原型ないのも嫌だから割と軽く煮たやつです。
れ越し。交通整理しながらお客さんと喋ったり子供と戯れたり、お客さんのマスコット的存在になってて、お母さん雨なのに大変だねとか気遣ってくれたり影の重要な存在お待たせしました。こんにちは。いらっしゃいませ。とりあえずバナナジュースにはい。これも食べたかったね。それ可愛い。お料理ます。どうぞ頑張ってください。もうここの店ができた時ぐらいから来てもらいます。はい、誕生日とかクリスマスとかイベントごとの時に、そうですね、結構来ます。一番好きなやつとか。やっぱりでもいちごのショートとかは結構美味しいかもしれない。シンプルに美味しい。シンプル。全部美味しいです。まあそう。一組ずつに来店の流れになってて、暗黙でお客さんがそれを守ってくれて、だからお客さんも1対1でいつも来てくれる方との会話とかも楽しめたり、後ろの人気にせずここだけの空間で接触できるから、それは私も楽しくて嬉しくてっていうインスタにあげます。1日にインスタ投稿するのめっちゃ多いですね。じゃあ2回は投稿して、ストーリーは1回か2回か